皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、今日はナイジェリアへ飛ぶぜ。ナイジェリア。アフリカの大国だね。人口と石油産出量で、アフリカナンバーワンだ。経済力でも5本の指に入る。どうしてナイジェリアに飛ぶの？貧困が悪化している。ひどいの？深刻だ。世界銀行は5割以上のナイジェリア人が、貧困線以下で暮らしていると警鐘を鳴らしている。5割以上。昔はどうだったの？2018年から2019年のデータだと、貧困線以下の人は 30.9% だったんだ。ここ5年ぐらいで、20% 以上増えている。20% の増加。しかも人口大国だってことだよね。その通り。現在のナイジェリアの人口は、およそ 2.3 億人。つまり1億人以上が極度の貧困状態に陥っている。1億人規模の貧困。これはもちろんインドより貧困の規模がでかい。ナイジェリアは世界有数の貧困大国になってしまっている。でもさ、ナイジェリアってすごく人口が増えてるんじゃなかったっけ？その通り。2050年には約 3.8 億人に達するって予想されてる。2.3 億人が 3.8 億人になるの？すごい増え方だね。何が起こるの？多元的貧困を考えよう。2022年の国家統計局のデータによれば、ナイジェリアの人口の 62.9%、つまり約 1.3 億人が多元的貧困状態にあると考えられている。多元的貧困って何なの？普通の貧困とどう違うの？昔、絶対的貧困について動画を作ったよね。所得が貧困ラインより低い場合を絶対的貧困という。多元的貧困は所得からさらに視野を広げる。特に、医療へのアクセス、子供の教育、住居と生活状況など周辺もよく見るんだ。それが人口増加と関係するの？そうなんだ。医療も教育も仕事も、言ってみれば、みんなの共有財産だ。人口が急増するということは、一人当たりのアクセスがますます厳しくなるということだ。なるほど。所得の前に、いろんな社会の財産にアクセスできる可能性が減っていくのね。ナイジェリアはその多元的貧困が現状でも 60% を超えている。そこに人口増加がやってくる。どうやって、この悪循環から脱出するかだ。事態の深刻さが分かってきたよ。でもさ、どうしてそこまで貧困が悪化しちゃったの？多くの国で貧困は改善しているよね。今日はその原因を3つに分解する。その後で、今後考えられる対策についても解説していくぜ。了解よ。貧困が悪化した原因の、1つ目は何？石油だ。ねえねえ、石油が貧困の原因ってどういうこと？前にボツワナの動画を作っただろう？資源の呪いとは何かというテーマについて、取り上げた。そうだったね。詳しくやったよ。資源があるから、むしろ貧しくなってしまう。仕組みは意外と簡単なんだ。資源で得たお金で、自国の人材と産業を発展させれば、豊かになれる。ところが、自国で生産せず輸入品に頼った暮らしになりやすいんだ。そうだったね。外貨を稼ぐと輸入に頼ってしまう。結局、自分の国の人材と産業が育たず、未発展の国になってしまう。ノルウェーのように、資産で稼いだお金を消費ではなく、資産運用と産業多角化に回せるとうまくいく。しかし、そんな成功例の方が少数派だ。多くの場合、資源国は外貨を使ってしまう。ナイジェリアの場合はどうなの？この国はアフリカ最大の産油国だ。しかし同時に輸出収益の 90% 以上を石油に頼っている。輸出の 90%？ 多すぎない。確かにな。昔は 70% 程度だったんだが、まさに資源の呪いだ。石油収益に頼っているうちに、どんどん他の産業が弱くなってしまった。それはそうよね。自国製品と輸入品との品質に、どんどん差が開いていく。政府歳入も 50% がこの石油の輸出から来ている。国家の歳入も、50% が石油頼みなのね。でも人口大国だし、農業はあるのでしょう？いくつかデータが交錯するんだが、おそらく労働力の約 50% が農業に従事している。その多くは自給自足農家だ。生産性が低い。そしてインフラが貧弱だから、気候変動に悩まされている。これもよくあるケースだね。労働力は農業が吸収する。でも設備が弱いから、気候が変動すると、一気に苦しくなる。そうなんだ。結局、2024年時点のデータを見ると、ナイジェリアは年間約60億ドルの食料輸入を続けている。農業で働く人が多数派なのに、食料を輸入に頼っているのね。製造業を発展させたいが、インフラが貧弱なんだ。特に電力が厳しい。石油大国なのに電力が足りないの？そうなんだ。考えてみてくれ。
食料と電力ならどちらが重要だい？それは、食料よね。そうか、だから石油を輸出して食料を買っている。このループに入ると電力が不足する。そして製造業が発展しない。現在、ナイジェリア産業の7%程度なんだ。製造業が 7%？ 石油大国なのに、そこが伸びないのね。石油産業は、資本集約型産業だ。つまり、労働力を十分に吸収してくれない。失業問題が深刻になるね。この国は、合計特殊出生率が5もある。つまり、ナイジェリア人女性は、5人子供を設けるのが普通だ。しかし、その子供たちが大人になっても就職先が少なすぎる。それで、インフォーマルな仕事に流れやすいのね。そうなんだ。まともな仕事がないと、若者は非合法な仕事にも手を染めやすくなる。そして、なかなか戻れないんだ。現在は石油を盗み出すという事件が、頻発している。政府はどうしているの？2023年に、通貨の切り下げをやった。どうして、通貨の切り下げをやるの？インフラ整備が遅れているから、自国産業が発展しないと考えた。そこで、外国からの投資を呼び込みたいんだ。なるほど。海外投資家がナイジェリアに投資しやすいようにと、考えたのね。理屈では、おかしくない。ナイジェリアの通貨が高いままだと、自国の産業も発展しにくい。それで通貨安を容認し、投資を呼び込んで、自国産業の発展につなげたい。石油依存から脱却したいのさ。でも、問題が発生したのね。強烈な副作用が襲ってきた。通貨が安くなるということは、輸入物価が上がるということだ。2024年のインフレ率は 34.2%、食料に至ってはインフレ率 40.9% だ。食料が 40% も値上がりしたの？資源の呪いの恐ろしさだ。気がつけば食料を輸入に頼っている。そうすると、資源依存から脱却しようとした途端、強烈なインフレに見舞われる。それはそうだよね。輸入品に国民が依存しているんだから、輸入物価の高騰が一番恐ろしいよ。今回も、一気に貧困が加速した。その通貨切り下げ策で、貧困が拡大したってこと？ 2025年の世界銀行の発表によれば、約700万人が新たに貧困層に転落した。実際はもっと多いかもしれない。恐ろしいね。資源自体は、自国を発展させる可能性を秘めている。しかし、扱い方を間違えると、資源国以上に発展が遅れる。今回も遅れを取り返そうとしたのだ。そこで急激に改革しようとして、一気に飢餓が広がってるのね。ナイジェリアの改革自体は必要なので、この国の政府のことをもう少し見てみよう。ねえねえ、貧困と汚職の関係について話して。汚職が常態化すると、公共のお金が本来の目的からそらされちまう。例えば、病院や学校、インフラ整備に使われるはずだったお金が、汚職で個人の懐に入っちゃう。これが貧困削減の邪魔をするんだぜ。公共のお金がちゃんと使われないってことね。でも、どれくらい汚職がひどいの？2023年のトランスペアレンシーインターナショナルの汚職認識指数によると、ナイジェリアは100点中25点で、180×20-145位なんだ。かなり低い点数だろ？ 100 点中25点。相当低いね。でも時々出てくるけど、トランスペアレンシーインターナショナルって何？トランスペアレンシーインターナショナルは、汚職を監視する国際的な非営利団体だ。汚職認識指数は、ビジネスマンや専門家にアンケートを取って、各国の汚職レベルを数値化したものなんだ。100点が満点で、点数が高いほど汚職が少ないってわけ。へえ、ナイジェリアは25点だから、汚職が多い国ってことだね。具体的にどんな感じなの？タックスヘイブンはわかるかい？タックスヘイブン。税率の低い国に、お金を逃がすんだよね。そうなんだ。パナマ文書やパンドラ文書ってのが出て、その実態の一部が明らかになった。ナイジェリアの政治家やお金持ちも、海外にこっそりお金を隠してるのがバレたんだ。そうか。タックスヘイブンって、税金逃れだけじゃなくて、汚職隠しにも使われるんだね。ナイジェリアの場合、特に石油セクターの汚職がひどい。ナイジェリア国営石油会社をめぐるスキャンダルがその代表例だよ。国営石油会社。そこって国の中心じゃない。そこからタックスヘイブンにお金が逃げてたの？その通り。ナイジェリアの貧困を考えると、このポイントは大きい。資源の呪いが経済問題の核心にあるからだ。石油から得た利益を、個人の懐に入れるんじゃなくて、国家で運用して、国内産業の発展に回さなくてはいけない。そうだよね。それができないと、農業とか製造業とか、国内産業がむしろ衰退してしまう。ダブルパンチだよ。汚職で貧困が減らないわけだわ。でも、汚職をなくすにはどうすればいいの？鍵は司法制度だ。
汚職を裁くためにはしっかりした司法が必要なんだけど、ナイジェリアの司法は独立性が弱い。汚職事件の訴追や処罰が全然進まないんだ。独立性が弱いってどういうこと？政治家とか権力者が司法に圧力をかけて、汚職を見逃させたりするってことだ。しかも、裁判所にはお金も人手も足りてないし、裁判官の質が低いこともある。手続きが遅れるのも日常茶飯事だな。それじゃあ、汚職した人が罰せられないままってこと？そうだ。法の支配が弱いから、汚職がどんどん広がっちまうんだぜ。モルドバの動画の時もやったけど、司法制度って大事な国の財産なんだね。こういうバックボーンが弱いと、いつまで経っても経済が改善しないものね。そうなんだ。司法制度を強く、分厚くして、常態化している汚職の撲滅を図る。一見遠回りのように見えて、国の経済を発展させるためには、どうしても必要になる。この章で取り上げるもう一つのテーマは何？この国は治安がむごい。自分が住んでいる町の治安を改善するのではなく、今、住んでいる町を捨てなくてはいけなくなるレベルだ。いわゆる国内避難民が大量に発生している。具体的にはどんな感じなの？今日は2つピックアップしよう。ボコハラム反乱と農村の無法地帯化だ。ボコハラムって何？どんな被害が出ているの？ボコハラムは、2009年頃から活動を本格化したイスラム過激派組織だ。北東部で大暴れしてて、壊滅的な被害を出してる。UNHCR によれば、2023年末時点で、チャド湖流域地域には230万人以上の国内避難民がいるんだ。230万人？そんなにたくさんの人が避難してるの？そうだ。暴力や紛争から逃げるために、家を捨てなきゃならなくなった人たちだ。彼らはキャンプとか仮設住居で暮らしてるけど、食料や水、医療が足りなくて苦しんでいる。それはひどいね。ボコハラムは他にどんなことしてるの？農業にも大打撃を与えている。農民を襲ったり、村を焼き払ったり、農地を占拠したり、家畜を奪ったりしているんだ。これで食料生産が落ちて、貧困がさらにひどくなっている。食料が作れないと、みんな飢えちゃうよね。社会インフラはどうなの？学校、病院、診療所、橋、道路とか、必要なインフラが次々に壊されている。教育や医療にアクセスできなくなって、特に子供たちは学校に行けず、失われた世代になる危険があるんだ。失われた世代って何？教育を受けられないまま育つ世代のことだ。将来の仕事や生活のチャンスが奪われちまうって意味なんだぜ。それは深刻だね。もう一つの、農村の無法地帯化ってどんな問題なの？北西部や北中部で、バンディットって呼ばれる武装集団が暴れているんだ。AK47 みたいな自動小銃で武装して、バイクで村を襲う。住民を殺したり、家畜を盗んだり、誘拐したりしている。バンディットって何？ただの強盗とは違うの？ただの強盗より組織的で規模がでかい。食料不足や貧困を悪化させるほどの影響力があるんだ。特に、身代金目的の誘拐が問題になっている。誘拐ってどんな事件があるの？学校を狙った大規模な誘拐が目立っている。例えば、2020年にカツィナ州カンカラで男子生徒300人以上が誘拐された事件とか、2021年にカブナ州の連邦林業大学校で学生が拉致された事件とかだ。身代金が払われるまで解放されないんだぜ。300人以上ってすごい数だね。治安がそんなに悪いと、経済もダメになるよね？その通り。子供は取り返さなくてはいけない。しかし、経済的に考えると、身代金は未来への投資に使うはずだったお金だ。これが略奪者によって奪われる。そうだよね。町を発展させようとお金を集めても、投資する前に奪われる。これを繰り返すんだね。さらに国内避難民は被害者なんだが、この人々はどうしても社会に大きな負担をかける。避難民は自分自身の生活の面倒を見ることが、難しいからね。結局、町を復興させるといった未来のための投資から、どんどん社会が遠くなる。貧困から脱出できないんだよ。これって結局、ガバナンスの弱さと関係あるの？大きく関係している。ガバナンスが弱いと、こうした国内紛争が政治の道具によく使われる。時には紛争を煽ったりするんだ。統治するはずのものが、むしろ国を不安定にする現象も起きる。本末転倒だね。ここからリーダーシップの欠如というテーマがやってくる。リーダーシップの欠如って、どういうこと？国をまとめて、汚職や治安の問題にしっかり対処できる指導者がいないってことだ。政治家が自分の利益を優先し、国民のことを後回しにすると、いつまで経っても改善しない。なるほどね。汚職と治安悪化がナイジェリアの貧困を悪化させている。どうすればいいの？治安の改善には政治家の強いリーダーシップがいる。しかし、その政治家が汚職に走るのを止めるには、強力な司法制度が必要なんだ。
公金を海外に逃がして、個人口座を太らせるような人間を、しっかりと有罪にできる社会が必要になる。二つ同時に揃えないといけないってことだね。強い統治体制と独立した司法機関、この二つを同時に揃えることは、不可能ではないんだ。多くの国が乗り越えてきた壁だ。しかしナイジェリアは、とりわけその壁が高い状態にある。ナイジェリアが世界最大級の貧困を抱えている理由が、少しずつ分かってきたよ。ねえねえ、ナイジェリアの貧困について、最後のポイントを教えて。人口爆発は外せないんだ。人口爆発？それってどういうこと？ナイジェリアは人口がものすごい勢いで増えているんだぜ。2025年現在でも、年間 2% 以上の増加率を記録している。現在の人口は、2.3 億人を超えた。2.3 億人。すごい数だね。本来なら、人口が増えると経済成長につながるはずなんだけど、ナイジェリアではそれが形になっていないんだ。なんでそうなの？いくつか理由があるんだ。まず教育から考えよう。ナイジェリアの人口は若くて、40% 以上が15歳未満なんだぜ。40% 以上が15歳未満。若い人が多いんだね。そうなんだ。でも、学校に通っていない子供の数が世界でトップクラスなんだ。ユニセフによれば、その数は2000万人近くいるらしいぜ。2000万人？そんなにたくさんの子供が学校に行ってないの？その通りだ。そして、どうしても教育と貧困は繋がる。ここは切っても切れない。2025年の世界銀行の分析では、教育を受けていない成人の 79.5% が、貧困ライン以下で暮らしているんだ。この貧困ラインは1日あたり 3.65 ドルだぜ。79.5%？ つまり、教育がない大人のほとんどが貧困ってこと？そうなんだ。だから、人口が増えても、教育が不足していると、経済が成長するどころか貧困率が上がってしまうんだ。なるほどね。経済が発展しない、もう一つの理由は何？二つ目の理由は栄養失調だ。厳しい現実がある。妊産婦死亡数、これは出生10万人あたりの数なんだけど、2017年には814人だったのが、2023年には1047人に増えているんだ。悪化してるの？ 814 人から1047人って。そうなんだ。妊産婦が亡くなる確率が上がってしまっている。さらに、5歳未満の死亡数も、出生1000人あたり2021年には107人だったのが、2024年のデータでは 110.6 人に増えている。これは世界最悪のレベルなんだ。110.6 人。そんなにたくさんの子供が5歳になる前に亡くなってるの？そうなんだ。厳しい話になるが、地域によってはかなり悪化している。そして、栄養失調が大きな問題だ。2024年のユニセフの調査では、発育阻害率が 35%、急性栄養不良率が 22% なんだ。北東部では 50% を超える地域もある。発育阻害率 35% って何なの？発育阻害っていうのは、栄養不足で子供がちゃんと成長できない状態のことだ。つまり、35% の子供が栄養不足で体や脳の発達が遅れているんだ。これは将来の仕事や生活にも影響するぜ。それはひどいね。急性栄養不良率 22% ってのも気になるよ。急性栄養不良は、短期間で体重が落ちたり、健康が急激に悪化したりする状態だ。22% ってことは、5人に1人以上の子供がその危機にあるってことだぜ。それでは、人口が増えても経済どころではないね。その通りだ。教育と健康が追いつかないと、人口増加が逆に貧困を増やしてしまうんだ。わかったわ。それがナイジェリアの人口爆発の現状ね。他にも貧困につながっているテーマはあるの？最後にこのチャンネルでもずっと追っている格差問題について話そう。格差問題、大きいの？世界不平等レポートによれば、ナイジェリアは上位 1% が純個人資産の 44.2% を持っているんだ。上位 1% が 44.2%？ すごい偏りだね。1% が 40% 以上の資産を持っているわけだから、尋常ではない。逆もしかりだ。介護 10% は純個人資産のたった 1.1% しか持っていないんだ。介護 10% で 1.1%？ 半分の人がほとんど何も持ってないってこと？その通りだ。個人資産というものを、ごく一部の人が独占している。貧困国の現実を調べていると、いつもこういう話がのしかかってくる。当然、その富を分配できればって話になるよね。オックスファムインターナショナルの2022年の報告書によれば、ナイジェリアで最も裕福な5人の資産を合わせると299億ドルになるらしい。これだけで全国の極度の貧困を終わらせることができると主張している。たった5人で299億ドル？
それで貧困がなくなるの？オックスファムの分析ではそうなる。ただ、少し注意が必要だ。2024年のインフレ率が 30% を超えていて、ナイラの価値が対ドルで年間 40% も下がっているんだ。インフレ率 30% 強？ナイラが 40% 減？それってどういう意味？インフレ率が高いってことは、物価が急激に上がっているってことだ。ナイラの価値が下がると、ドル建ての資産でも実際の価値が減ってしまう。貧困層の暮らしが、格段に厳しくなっている。だから、299億ドルあっても今は足りないかもしれないってこと？そういう可能性もあるな。オックスファムの言っている計算には、十分に根拠があるんだ。大資産家はますますその資産を増やしているしね。ところが、ここ数年でナイジェリアの経済状態の悪化が、それを上回っている可能性も出てきた。そんな状況なんだね。貧富の格差を考える場合、地域差も重要だ。世界銀行とナイジェリア国家統計局の2023年の報告書によると、北部では約 55%、南部では約 15% が貧困ライン以下で暮らしている。北部 55%、南部 15%？ そんなに差があるの？そうなんだ。この差は今も広がっている可能性がある。北部と南部の経済状況が全然違うんだ。なんでそんな差が出るの？歴史的な理由もある。英国の植民地時代に、地域開発が偏っていて、北部が遅れを取ったんだ。さらに、250以上の多様な民族がいて、まとまりにくいのも影響しているぜ。植民地時代や民族が関係してるんだね。現代ではどうなの？最近では、治安の悪化が大きい。先のチャプターで説明したが、特に北部では、ボコハラムみたいな武装勢力の動きが大きい。農業もダメージを受けているんだよね。多くの人が農業で生計を立てている。そこが安定していると、最悪の事態は避けられるんだが、内部で破壊している。北部の貧困が厳しい理由も分かってきたよ。歴史と今の治安が重なってるんだね。その通りなんだ。さて、長く話してきたけど、そろそろまとめに入ろう。わかったわ。最初は石油の話だったわよね。そうなんだ。資源の呪いを弱めることができず、石油以外の産業が衰退している。ついに、農業も製造業も輸入に頼ってしまった。これでは発展に不可欠な人的資本が充実してこない。次は政治の話。汚職がひどい。特に石油セクターとタックスヘイブンのつながりが気になる。石油収益を海外に送り、私腹を肥やしていては、ナイジェリアの発展はないよ。ところが、汚職を裁くための司法制度が弱い。これは貧しい国の共通点だ。治安の悪化がみんなを苦しめてるね。内戦状態に近い。現状では、最大の貧困メーカーだ。政治家が分断しやすいんだが、まとめるためのリーダーシップが必要になる。つまり、強いリーダーシップと汚職を裁く司法制度。一見相反するこの二つが、現代的な国家への入り口になる。人口爆発が続いているね。ここも一見矛盾するようだが、人口増加が経済発展につながってくると、人口が爆発といった状態から、少しずつ落ち着いてくる。でもナイジェリアは逆の状態なんだね。健康状態と教育水準が非常に低いからね。人口が増えるほど貧しくなる状態に入っている。とりわけ世界最悪水準の衛生環境を改善しないと、人口が爆発し続ける。最後に格差問題だね。上位 1% が 44% の資産を保有している。逆に下位 50% が 1% の資産を分け合っている。これでは教育や労働の前に絶望がやってくる。もがいても、生活水準が上がらないからだ。地域格差も大きいね。ナイジェリアは北部がもともと厳しいんだが、悪化している。これが、悪循環に入ると、ますます貧困からの脱出が難しくなる。こうしてまとめてみても課題は多いね。世界最大の貧困大国の一つになってしまった。注目も集まっているので、今よりは少し改善する可能性はある。そうだね。私たちも注目していましょう。さて、長くなってしまいましたが、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。